おはようございます。 NFT ギャラリージャパンから毎日お伝えします。メタバース NFT の進化は止まりません。勉強して電車に乗り遅れないでください。今日の質問に行く前に、これは投資のアドバイスではないことを述べておきたいと思います。メタバースと NFT は高いボラティリティ、価格変動とリスクを伴います。ご自身の調査と決断を行ってください。多くの人々は今 JPG ファイルのゲームが気に入っていても何か物足りない、 NFT ならもっと楽しめそうだと感じているかもしれません。メタバースバーチャルな展覧会で自慢の NFT を見せたいし、そうしている間何かしら稼げるならさらにいいと思っているかもしれません。今後数ヶ月からおそらく1年の間、NFT のゲームにより多くの関心が向けられるでしょう。今年 NFT コレクティブルが急に注目されたように、ゲームでも同じことが起きようとしています。これから出てくるゲームを見てみましょう。チェックポイント1、開発チームの才能。多くのプロジェクトがユーティリティとエアドロップなど将来的な約束に依存していますが、実はチームの実行能力を信頼できることが重要です。現在はるかに複雑なゲームとなっているため、ハッキングやゲームを壊すバグを解決するため、チームが迅速に実行できることを確認する必要があります。チェックポイント2、チームの経歴。チームが例えば匿名の場合、少なくとも同じ名前である期間運営している事実確認の必要があります。その評判と実績が完全にドッキングしている場合、過去に成功したプロジェクトが少なくとも1つ含まれている必要があります。ゲームその1はボクシーズです。12月末までにリリースを目指しているようです。現在ボクシーズ NFT は約 0.9 イースで販売されています。すでにプレイ可能な無料のデモゲームもあります。最も近い比較としてガラゲームによるボックスコレクティブルがあります。ボックスの NFT は1つ 1.95 イースです。ボクシーズのコレクションサイズはわずかに大きくなっています。2つのコレクションの主な違いは、ボックスコレクターアイテムでタウンスターと呼ばれるゲームがあり、すでにお金が稼げるという点です。ボクシーズではまだお金を稼ぐことはできませんが、それは変わりつつあります。ボクシーズを選んだ理由その1、NFT ゲームの開発者チームの中でより優れた人材が集まっていること。チームはユビソフトと EA で15年間過ごした人が率いており、ゲームデザイナーと財務スペシャリストがうまくコラボしています。ゲームを構築するとき、持続可能な長期目的を達成するためには、経済も構築することが重要であることを覚えていてください。その2、ゲーム自体ここで見られるように信じられないぐらいかっこいい。理由その3、非常に思慮深いアプローチであること。ロードマップがしっかりしていること。 NFT の所有者としては見返りを得る方法がすごい。なんとゲームをしなくても稼ぐことができます。まずゲーマーはクエストを完了して戦闘に勝つと、ボクシートーケンと NFT アイテムのドロップをランダムに獲得できます。主要するボクシーが稀であるほど報酬率は高くなります。ゲームの後に受け取った NFT とボクセルトーケンの概要が表示されます。またボクシーズ専用のマーケットプレイスもあります。ゲームのアイテムと NFT を他のプレイヤーにトレードすることもできます。次にゲームをしない場合、料金と引き換えに他のプレイヤーに自分の持っているボクシーを操る権利を貸すことができます。主な料金体系は2つあり、前払い手数料を求めるか、プレイヤー、操る権利を借りた人が獲得したボクシートーケンの割合を要求するかになっています。これは権利を借りるプレイヤーにとっては大変良いことです。無料でプレイできるチャンスになるかもしれません。アクシーインフィニティのようなゲームで見られたシステムと同じです。ボクシーズはゲーム内で直接それを構築しています。最後にもう一つ、元祖ボクシーズの一つをゲーム内の魔法の石と組み合わせると、他のプレイヤーに再販できる全く新しいボクシーを作成できます。元祖ボクシーだけの機能です。もし他の人に譲渡していても、元々の所有者にも報酬が入ります。このように
ボクシーを拡大することを目標とし、きっちり計画が立てられています。ボクシーズは実績、実行力のあるチームが運営し、見た目もよく収入を効率よく稼げるように考えてあります。他の同じようなコレクションと比較してまだ過小評価されているように思えます。エピソード38、2022年にはゲームが NFT を次のレベルに押し上げ、より大きく、より早く成長すると予想しているというエピソードもご覧になってください。この進化は私たちが思っているよりもはるかに早く起こっています。出発間際の電車を見逃しなく。今後の分析についてはまたお知らせいたします。ご視聴ありがとうございました。